がっつり設定で。ほぼマックスじゃないですか。はい、どうも始まりました。本日、スペシャルゲスト、なんと、かずきくん。おおはようございます。かずきです。よろしくお願いします。今回ですね、はい、なんと、ファズ回です。ファズ来ましたね、ついに。ファズ回ですよ。早速いきますか。お、いいですか。こちらにあります。じゃーん。よし、ペダルズさん。そう、デイジナーリザルトってやつなんですけども、はい、デジートーンっていう、昔のファズ、それを模した形で作られたやつで、このリザルトってついてるシリーズが、このね、ちょっとこの小型なんです、これ。実は一回弾かせてもらったことあるんですけど、だいぶ小型化されてますね。でしょ。小型化してボードに入れやすく、かつここにマスターボリュームみたいなのがついてて、嬉しい、それは。はい、繋がりました。いきなりぶちかましていきましょうか。いっちゃいますか。ノブの説明この後するんですけども、今結構全体的に上がってもがっつり設定で。ほぼマックスじゃないですか。いくぞ、いきますね。はい。はい。かっこいい。気持ちよすぎる、これは。どう最高ですね。こう強くガーンって弾いた時の、ハイのこのキュリギャリって感じ、なんていうの、この叫ぶ感じ。叫ぶ、それ。このロシペダルさん、ペダルサミットっていうイベントが東京であった時に、ライムトンオーディオでブース出してたちょうど前にロシペダルさんいらっしゃって、沖縄からいらしてて。あ、そうなんですね。ちょっと思ったんですけど、なんか沖縄でそういう言葉ありませんでした？何が？デイジーみたいな。すごい。そうなんよ。これそうなんですか。デイジってこうなんかすごくみたいな、この本当にあるんですか？ヤバめのすごくみたいな言葉があって、なるほど。デイジな、じゃあいろんなセッティングやってみましょうか。やってみましょう。一応基本のセッティングっていうのがあって、これでアンプの音量を少し上げますんで、どうだろう。このファズっていろんな種類が世の中にはあるんですけども、こいつはちゃんとブチブチ確かに言う系。今結構原因は低め、さっきより低めになってましたけど、ちゃんとこのファズらしい感じっていうの出てますね。そう上のバランスノブっていうところがブチブチ感に関連してるところで、下げると音量はやっぱ下がるんですけれども、ブチブチ言ってくるっていう。いいですね、これ。こういうブチブチがしっかり出るのって単体でファズペダルをボードの中に置くのの魅力だと思うし、確かにファズを入れてる意味がありますよね。ある。だからマルチとかでもファズのサウンド、本当にいろんなサウンドが入ってるマルチたくさんあるんだけれども、それとやっぱ違う。そうなんですよ。特にファズってやっぱマルチでなんか再現しづらいかわかんないですけど、このブチブチ感もさっきのゴーンな感じもどっちもやるのってめっちゃむずいんですよね、マルチって。それが結構ね、これ高い再現度らしくて、ディジートーンをファズ好きの方にも満足していただけるっていう。そうなんですよ。つまみを説明しますと、全部大体ねボリュームが上がるんですよ。あ、そうなんですね。今ね、このマスターボリューム下げながら上げてもそれでも上がってったんで、それでも上がりましたね。そう、すごい音量上がっていく感じなんですね。なるほど。でこのバランスノブは比較的こう上げるとこの圧、グワッて押す感じ。なるほど。そうなんかこうさっきのブチブチが減って押し出すのがこのバランスで、アタックはどっちかっていうと、トーンかな、なんか僕たちの感覚で言うと。そうなんですね。かなりなんか下げた方が範囲がジャキッとなるんですね。あ、そうこれトーンっていうか中低域の量かな、もうちょっと正確に言うと。なるほど、そこをコントロールする。今下げたんで、中低域が減ってる分ちょっとジャキッとしたところが残ってるんで、このアタックを下げた状態で他を上げてみる。
好きです。おめっちゃセッティング好きです。すっきりした中で暴れさすみたいなノブがあったり、であとねこのサスティンっていうのが原因かな。まあ今の僕たちの感覚で言うと、これがねすごいんすよ。すごいっていうかね、危ない危ない危ないんですか。マックスするよ。はい。うわー、これやばいですね。やばいでしょ。これ確かに危ないです。危ない危ない。でこれ何が危ないって、例えばもうアタックスとバランスマックスにして、今ねこのボリュームすごい下げてるんだけど、これでねこれ上げていくとね。びっくりした。そうなんよ。発信する。いや、そう、めっちゃいい音やなって弾いてたらびっくりした。この発信っていうのは、まあファズが勝手に音を発しちゃうんですよね。上げてみて、ちょっとねゆっくり。おお。はい。いやでもちょっと好きですこれ僕。いいっしょ。普通にかっこいいこれ。続きましては、ここにあるんですけども、ちょっと見えてますね。レスポールで弾いてもらったらどうかなと思って、じゃーん、マイレスポールです。かっこいい。和樹くんがねこのゴールドトップのレスポール弾くっていう映画ね、僕が見たかったっていうのもあるんだけど、多分初めてですよゴールド持つのは。マジ行くぞ。よし、もうガッツリセッティングなんでお願いします。いきますよ。はい、おりゃ。気持ちいい。これはロスペダルさんすごいなと思ったのが、音楽的っていうかどう言ったらいいんだろう、破綻させてるのとさせてないのの混ざり方っていうのがめっちゃわかります。わかる。その音楽と混ざってすごくファズが主張するんだけれども、そのなんだろう、飛んでいきすぎてないんで逸脱しない範囲で蹴りを攻めてるみたいな。そうこれちょっとディレイかなんかつないでみます。合いそうですね。はい、つながりました。どうなるかな。めちゃめちゃ綺麗ですね。これねちょっとこの後最後にやろうと思ってたんですけど、この真ん中のスイッチ実はちょっと説明今とっておきに最後のねストラトに残してたんですけど、これちょっと一回オンにしてみていい？原因が下がって綺麗になるんですよ。でちょっとボリューム上げてみる。こういうことよ。今の気持ちいいですね。なんかこのなんだろうな、この世界観というかね。これが右にしたおかげってことですか？いや、左でもボリューム操作は全然できるんだけども、右にするとかなりすっきりして、これまたね現代的な音楽に合うんすよ。思いました。今僕右だいぶ好きですね。じゃあストラトに戻って右攻めてみますか。やってみましょう。はい、じゃあストラトに戻ってきました。戻ってきました。で先ほどのこの真ん中のモードスイッチなんですけども、ここのね絵がね結構分かりやすいんだけれども、ロシさんねこの絵でね表現がうまいっていうかね、確かに絵いっぱいありますね。しゃれてるんですよ。左がこうギザギザってなってめっちゃ歪む。これがまあディジートーンをそのまま模した形なんですけども、右にするとおとなしくなってちょっと原因が下がって扱いやすくなるんですよ。なるほど。だいぶすっきりしましたね。そう、軽やかなサウンドも出るし、それでマックスにして、全然右でも結構激しい感じになりますね。そう激しいかつすっきりしてるので、さっきみたいなもう本当に武骨な感じで攻めたい人はさっきの左側だし、右にするとなお馴染みやすくなる。低音源弾いた時とかもファズの太い感じは出るけど、ちゃんと抜けてきそうだなっていう感じのレベルにはなってます。
で、かずきくん、ここになんとですね、もう2機種あって、ロシペダルさんってファズを中心に展開されてるんですけども、そう、せっかくなんで今日動画の最後にちょっと弾き比べして終わるという。まずはグラフリザルト。グラフリザルト。これはマフ系。ああ、なるほど。おー、高音源を弾いた時のむっちり感。僕レッチリ大好きなんですけど、その時の感じがもろに出てますね。出てるね。ロシペダルさんのペダル、ロシ感の共通、この後もう一台弾くけど共通してる部分と、それぞれのこの際立ったところが両方あるんで、ああ、なるほど。なんかこうベースにあるところはロシなんだけど、こうみたいな、こう攻める方向がそれぞれのファズのね特徴を混ぜてるっていう。続いてはエルフファズリザルト。エルフ。これエルクっていうのがつくビッグマフがあって、そうエルクファズじゃなくてこっちはエルフファズーって書いてある、ここに。ほんとこれ可愛いですね。めっちゃ可愛い。これもビッグマフ系で、でもさっきのと違うな。ちょっと違いますね、感じ的に。どっちが好きこれ？いやでも僕ね、やっぱりさっきの声が。僕も。やっぱそうですか？これでも好みなんでね。じゃこれ最後にマックスにしてみます。おー、やっちゃいますか。もうファズといえばマックスですからね。ボリュームマックスにする？それはしないよね。それはしないよね。それは怖いです。でこれでね、現実的などうだろう。やっぱこれですよ、ファズは。やっぱこれね。やっぱマックスです。はい、という感じでした。今回のファズ回、ダイナミックな回になりましたね。楽しかったですね、これは。このロシペダルさん、概要欄に載ってますので、気になるっていう方はぜひチェックしてみてください。これ結構有名な、プロミュージシャンの方も、ボードに使ってたり。もう導入済みってことですか。今回の動画良かったって方はぜひ高評価、そしてコメント欄も気軽に書いてみてください。そしてチャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いします。本日はスペシャルゲスト、かずきくんでした。ありがとうございました。それじゃあ皆さん、またの動画です。